おっとかっこいい臭い。色違くない？知らないだろ。おーめちゃくちゃ軽いんだけど。すげえ。すげえ軽っ。やばかっけえ。かっこいいな。かっこいい。こうサインおう。これはあれですよね。本当油性ペンで。ね、パクリ取って。これウキウキしたらもう一発でいけるやつ。ね。あれこれクリアランス広げてくれてる臭いな。48で結構余裕ですよ。 2.1 ぐらい入んじゃん、ほんと前と一緒で。下ろしてまたいでみなよ。かっこいい。かっこいい。おい。やったね。うわーかっけえ。いったし。ぴったしマジ。あれ700もいけるんですか700ももちろんいけます。 ？700も見てみたいです。ちょっと余裕ないですか？確かに。いや届いたね。来ましたね。ついにやっと来ました。やっと来ました。やっと来まして、もう結構だいぶ組み上がってだいぶ組み上がっちゃってますね。でちなみにこれは何のこれはバイクかご説明をいただいていいですか？ローバイシクルのグラベルのモデルですね。まあロロー、サンフランシスコのそうですね。ハンドメイドサンフランシスコのハンドメイドビルダー、アンドリュー・ローっていうはいはい。人が、僕最初知らなかったんですけど、これローって名前、その人の名前なんですよ。名刺くれて、ローさん。ローさん。そうあ、ローって名前なんだと思って。初のオーダーフレーム。オーダーフレーム。ちなみになぜローにしたのかっていう。そうですね。まあちょっとグラベルバイクが欲しかった。まずグラベルバイクがずっと欲しいなと思ってて、でちょっとなんでローにしたかっていうのはすごい長くなっちゃうので、ちょっとまあブログで改めてご紹介させてもらおうと思うんですけど、まあ、唯一直接会ったことあるビルダーさんだったんですよね。で自分で初めてなんか自転車オーダーしようとかしたいなと思った時に、どうせだったら会ったことある人からオーダーしたいなと思って。まあね、会うとオーダーしたくなっちゃうのは、会うとオーダーこれハンドメイドあるある。そう、うわめっちゃいいやつだなとか思って、優しくしてもらって、まあなんかオーダーするんだったら、まあまずはちょっと彼のバイクをオーダーしようかなと思って。なるほど。ダイナミコのタイヤで。はあ、ダイナミックのタイヤも初めて使いました。一回使ってみたかった。見た目がかっこいいですからね。このね、三角が並んだようなパターンかっこいいでさ、似合うかなって思ったんですけど、チャズがローのグラベル確かにダイナミコ履かせてて、あ、チャズもダイナミコとか興味あるんだと思って、結構意外だったんですけど、それがかっこよかったんで、あ、ちょっと真似しようと思って。で、このローのグラベルロード、グラベルロード、まあなんかいろんな呼び方ありますよね今。最近ね結構人気な車種で、こいつはホイール径が650と700と両方いけるコンパチシブ。両方いけますね。僕は650で今回組んでます。まあ、最近グラベルバイク結構650と700と両方対応したフレームがめちゃめちゃ多いけど、俺は 700C 派なの。知ってますよ。だってなんかさ、グラベルとかまあなんか似たようなこういうドロップハンドルで太いタイヤ入るバイクしか持ってないじゃないですか。大好き。で全部700です組んでますもんね。今んとこ700だね。ね、せっかくだから分ければいいのに。ダンカーさんは700ばっかりで、僕はまあ初めてグラベルバイク、こういわゆるグラベルバイク組むんだったら650で組みたいなってずっと思ってて、なんで今回は650で組みました。まあそれぞれいい点悪い点いろいろありますが、じゃあまずは650にした理由は？まあ、すげえ個人的な理由も含まれるんですけど、僕は身長が低くてフレームサイズがちっちゃいので、なんかちっちゃいフレームサイズに対して 700C で例えばまあ40何 C とか 50C とか
履くと結構バランスが個人的にあんま好きじゃなくて、はいはい、なんでちっちゃいフレームサイズに対して、太いタイヤ履きたいけど車輪がちっちゃい方が個人的にはバランスがいいかなって思って650にしたかったっていうのが一番大きいですかね、正直。他のメーカーオールシティとかサーリーもサイズがちっちゃくなると 650B そうですっていうのは多い。確かに同じモデルでもリベンデルとかもそうですよね、大きいサイズは 700C、そうね、でちっちゃいサイズは 650B、 もっとちっちゃいのだと26インチ、はいはい、フレームサイズによって車輪径を分けてるブランドとかも多いですもんね。俺は見た目で選びました。ただもう一個あるのはやっぱ今回はダイナミックを選びましたけど、今 650B、 それこそこれ 48B とか 7B とか、このぐらいのサイズのタイヤ今すごいいっぱいあるんで、いわゆるいろんなタイヤが選べるっていうロードプラスロードプラス規格のタイヤが今すごいいっぱいいろんなブランド出してるからタイヤが選び放題っていうのがあるかも。いやその点 700C も選びたい放題で言ったら、結局ロードバイクと共通なサイズ感になるから、細いの 23C とか本当ロードタイヤから今、フレームにもよるけど結構グラベルのバイクだと 50C とかまで入るのがあるので、かなりラインナップは広いし、そのサイズの幅なんだ、種類が確かに豊富っていうのはあるよね。650だとちょっとサイズ感飛ばしにはなっちゃいますもんね。これの下だと42が多かったり、2とか3あたりが多い、そうね、ちょっと飛び飛びにはなっちゃいます、っていうのもあって俺は 700C、 今日はちょっとじゃあ細いのにしようかなとか、今日ダート行くからじゃあ 40C でとかっていうのが選べるから、確かにそういいなっていうのはあるかな。ちなみに俺今 700C のホイールあるんだけど、付け替えられるってことだから、ちょっと700見てみたくない？そうですね。しょうがないな。700入れてみましょうか。じゃあちょっと付け替えましょうか。差し替えます。はい。700C バージョン。あれかっこよくない？あれ？おかしい。これもかっこいいよ。あれ？確かにさっきこうやって置いてた時よりは上がったなっていう気がするね。確かに。ね。でもかっこいいな。でもホイールがずるいですけどね。これ俺の勝負ホイール。ホイールがずるいけどがっつりダート行く時用のホイールです。かっこいいやん。結構やっぱ今その高さ上ちゃん650のホイール持ってるけど結構変わるね。結構変わりますね。こんなに初めてかも。ちゃんとこうやって今新しくつけた700が700の 40C の WTB ナノで、そっちがダイナミコの 48B こうやって比べると結構タイヤ分ぐらいの厚さ違ってきちゃう。確かに単サイドで良かったですね。分かりやすい。てかかっこいいな。あれ交換しますホイール。いやもう一本組んだ方がいいと思う。で何がじゃあどっちがどういいのかみたいなお話ですが、まずは幅、今言ってたこれが40だともうフレームのクリアランス的にはマックスだけど 650B ちっちゃくすれば、48まで入っちゃうっていうのはグラベルちょっと荒れたダートとか走る時にはやっぱ太い方が安定感あったり、走破性良かったりっていうのはあるよ。ロードプラスって言われる 650×48B が出てきたのは、そういうことだよね。エアボリュームを増やして、でダートでの安定感、接地感増やして、だけど外径が、700の28ぐらい、28前後くらいだったと、今比べたの 40C だから絶対こっちの方が分厚いっていうのはあるけど、それぐらい 650×48B でだいたい 700×28C と直径がほぼ一緒、なんでロードバイクジオメトリーを変えずに太いタイヤが履けるよっていうのがもともとロードプラスの謳い文句みたいな感じでしたよね。そうね。
ただねやっぱね 700C の方が速いんだ。まあそれはそうですね。外周がでかい方が外径がこれだけ違うから、やっぱ俺結構その走りに行くときに距離走りたい、自走で行ってダート走ってでまた帰ってくるみたいなのもしたいから、やっぱスピーディーな乗り方もしたいし、まあ、通勤でもやっぱこの1分1秒遅刻を争う、ね、毎朝の通勤をしてるから、そうですね。そうやっぱ体感乗ってて速いし、まあ、やっぱその接地感っていうのも、この転がり、まあ、安定感650あるけど700の方が、まあ、スムーズに進んでくれるっていうのがあるから、俺はこっちが好きかな。ちょっと今日はそれに対抗して650が絶対って言おうと思ったんですけど、700かっこいいな。ちょっとこれ麺に毒だから一旦戻しますか。戻しますか。はい。戻しました。戻ってきた。私のホイールに戻りました。まあやっぱいいですね。次タイヤは次は単サイドにしようかな。単サイド。でまあ700C に今ちょっと持ってかれましたけど、まあちょっと畳みかけるように、そうですね、俺は良さをプレゼンしちゃったけど、ちょっと 700C も普通にかっけーってなっちゃいましたけど、まあ、やっぱ将来的には僕このバイクで荷物を積んでバイクパッキングして遠くまで行きたいなみたいなのがあって、まあ、そうやって長い距離を楽に走るとか、荷物をちょっと積んで走るってなるとやっぱホイールはちょっと小ぶりでエアボリュームがあった方が快適かなって気がするので、まあ、そういう時にはやっぱ650のチョイスになるのかなって気がしますね。ダイナミコのまあ2人、ウルトラロマンスと、ウルトラトラディションあの2人が来た時もこうみんなでご飯食べて、自転車の話ばっかしてたけどやっぱ 650B 好きだっつって、言ってましたね。あれ何年前ですか？3年ぐらい前。3年2年やばかな。楽しかったです。そうやっぱねウルトラロマンスもツーリングすごいする人だし、確かに、まあ、やっぱり理にかなってるんだろうな、って考えるとうちで扱ってるバイクはクラストとか、クラスト、サーリー、オールシティ多いですもんね。まあ650で組むことがそうですね。うちので組ませてもらうバイクだと、まあ、700C、650B どっちでも組めますよってフレームでも、やっぱ650で組むケースが多いですかね。まあ、俺みたいにこう長い距離を速く走りたいっていうよりかはやっぱ今のウエンツみたいな荷物積んでツーリングしたりとかの人が多いっていう印象はそうですね、やっぱあるかね。ちょっとレース志向だったり、スピード志向の方は 700C、 ちょっと街乗り志向だったりツーリング志向の方は 650B っていうイメージがありますね、なんとなく。まあこのバイクはなんとなくこっちで組んだ方がかっこいいかなとかもありますけど、まあどっちのホイールサイズが正解っていうのはないと思うんで。そうね。2本持ってれば。そうですね。とりあえず俺も 700C 組もうかな。ちょっと。まあ最近のそのディスクブレーキの車両であればこうやってコンパチになってるから。そうですね。まあ 650B、まあでも700両方組めますよってメーカーがはっきり言ってるのはディスクブレーキのモデルだけですからね。そうね。なんで、まあ、条件としてはやっぱディスクブレーキっていうのが1個、条件としてはあって、まあ、細かいこと言うとローターサイズも合わせなきゃいけなかったりとか、若干のなんだろう制約というか、基準というかはありますけど、基本的にホイール2本持ってる。くそもう1本組まなきゃいけない流れになってきたけど。そうですね。まあその乗り方、使い方に合わせてホイール系選べるっていう。結構贅沢ですよ。贅沢。じゃあまずどっか一緒に乗りに行きましょう。行こうかな。どっか行きましょうか。じゃあまあそれもじゃあサブちゃんについてきてもらって動画撮ってもらいましょうか。シェイクダウンライド的な動画が上がるかもしれない。かもしれないですね。撮れたらまあひとまずね、そうやって気にせず自転車乗れる日が来ることを祈って、そうですね。っていううまいまとめ方で締める。笑っちゃってるじゃん。
感じでしょうか。もう今回は僕の新しい自転車の自慢とオイルサイズの紹介の動画でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。かっけえじゃんマジで。かっこいい。かっこいい。ありがとうございます。おめでとうございます